波動拳を連続でパリしすぎない。波動拳をパリしないですか？もう元気な人は溺れつかるのやめましょう。ではですね、4つ目ですね、心構えの方、ちょっと触れていきたいと思います。心構え。はい。まず1つ目、波動拳を連続でパリしすぎない。波動拳をパリしないですか？なんだかドライブゲージを削られたりしないですかね。そうですね。正確には合気がですね、波動拳縦に崩してくる手段っていうのが2つありまして、この2つの手段がパリをするとかなりこっちがリスクを背負っちゃう、刺さっちゃうっていうことがあるので、まずそれについて説明したいと思います。はい。では具体的にまず1つ目、立ち強キック。立ち強キック。これですね、タッチガード、これをガードしちゃうと合気がプラス3有利になっちゃうので、なので合気が例えば、立ち強キックの後に、4億手の技だったり、それこそ、中パンチとか振られると暴れられないんですね、これ。プラス3からの6フレなので、無敵技でしか勝てないです、この連携。カウンター。なるほど。これがさっき言ってた波動拳をずっとパリしているとこういう状況になっちゃったという感じですね。では、合気の波動拳をですね、パリしちゃうと、強制的に立ち状態になってしまうので、立ち強キックをガードするようになります。こんな感じで。で、先ほど立ち技の説明でですね、立ち強キック、しゃがんでしまえば確定反撃の塊っていうのは説明したんですけれども、この弱波動をパリすると、ここ、立ち強キックをタッチガードすることになって、今画面で表示されている通り、マイナスフレームからですね、合気のターンが始まってしまいます。ですね、実際にやってみましょう。はい、よろしくお願いします。じゃあ波動拳打ちます。はい。こういう感じですね。じゃあ実際に暴れてもらいましょうか。いきます。暴れられない。こういう感じになりますね。ので波動拳を連続でパリしすぎないですね。ということがまず分かっていただけたかなと思います。では、2つあると言いましたが、もう1つの方ですね、説明したいと思います。これはね、もう何回も食らったことあると思うんですけれども、これですね。これよく当たるんですよね。こういう波動拳モードの状態を、こうですね。波動拳のね、モーションと似てるところがまたミソですよね。黒いオーラみたいなのがすごくよく似てますよね。もう元気な人は溺れつかるのやめましょう。一応ね、これ垂直することができたらフルコンボなので、それなりにリスクはあるのと、あと反応できたら通常技で止めることはできます。一応無理そうこれとも全部当たるんですけどそうですね。なのでこれがパリしてない状態ならばなんとかって感じですかね。パリしちゃうともう何もできない状態なので、何もできない。パリに頼りすぎないということで。ではですね、本日のまとめに移りたいと思います。まずですね、この江戸対合気が飛びたいカードであることを説明しました。その上でポイントは2つ。1つ目は地上戦では合気より長いリーチを生かして中距離でつつくようにするということですね。そして2つ目は対空ですね。
相手が飛んだらこっちも飛べと。また、間でですね、確定反撃、そして暴れどころというのを紹介しました。最後に、相手にですね、ターンを取られないように波動拳を点とした強キックだったりとか、おぼろだったりとか、っていう崩す、触りにくい行動があるので、パディをしすぎるなといったところも補足しました。これだけできれば、合気戦、今より楽しくなると思います。はい。これまでは何が誰なのかがわからないまま戦っていたんですけど、これからは正解のコードがわかるようになりました。次の合気戦が楽しみですね。それでは先生、今日もありがとうございました。はい、長時間お疲れ様でした。合気戦の戦果報告、楽しみにしています。任せてください。もう合気には負けません。本当に？嘘です。嘘です。それでは、以上、モダンネルのための合気対策シリーズでした。また別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ありがとうございました。